こんにちは。作るに夢中、三峰すずです。今回はイベントレポートです。オープンエッジデバイス研究会第13回に参加してきたので、その様子をお届けします。場所はここ、品川です。品川ソニー社屋の1階、クリエイティブラウンジがイベントの会場です。クリエイティブラウンジは会員制ファブスペースですが、イベントスペースとして借りて開催されています。オープンエッジデバイス研究会にはすずは2023年から参加し始めました。毎回ディープな発表があったり、様々な制作物が披露されたりしてワクワクです。今回はスプレセンス向けマルチ IMU についての発表があるとのこと。かなり話題になったセンサーモジュールなので、仕組みや性能気になります。会が始まるまでオープンエッジデバイス研究会の紹介を。オープンエッジデバイス研究会はデバイスに関するコミュニティイベントです。例えばマイコンならハルディの ESP32、スプレセンス、M5 スタックなどエッジで活躍するデバイスがいろいろあり、それぞれ特色があります。カメラ、距離、電力、感性などのセンサーを接続したり、ディスプレイ、LED バー、モーターなどを出力にしたり、インターネットやクラウドだけではなく、エッジ、現場のハードウェアでできることはたくさんあります。そんなハードウェアやデバイスについて情報交換したり語るコミュニティがオープンエッジデバイス研究会です。いよいよ始まります。最初にマルチ IMU から。スプレセンスはソニーが販売している IoT 向けマイコンボードです。パワフルな ARM CPU、GPS、ハイレゾオーディオ、さらに低消費電力と特徴的なエッジコンピューティングデバイスです。オープンエッジデバイス研究会では結構登場します。ソニー自身からも各種の拡張ボードがリリースされている中で、さらに発表されたのがこのマルチ IMU です。IMU はイナーシャルメジャーメントユニット、完成計測装置のことです。ざっくり言うと、物がどのぐらい動いたかを計測します。スマホ、カメラ、ゲーム、VR、AR、身近なところでも使われています。ところが IMU、ドリフトと呼ばれる値の乱れやズレがとても起きやすいです。多数の IMU をまとめて使ってズレを抑え込んだのがマルチ IMU のシステムです。その精度は地球の自転をも捉えることができるほどです。 IMU32 個構成の試作機はなんと衛星に積まれて宇宙でも1年にわたり計測に成功したそうです。スプレセンス向けのマルチ IMU はセンサー16個の搭載ですが、2枚重ねると32個構成で動くようこだわって設計されているとのこと。こういった仕様の背景を直接聞くことができるのは貴重ですし、ものをより深く理解するにもとっても嬉しいですね。2024年5月のメーカーフェア京都でも披露されていたマルチ IMU の精度を示すデモです。同じ場所をひたすら移動するだけなのですが、それを IMU で実現できるのがすごいポイントです。普通はドリフトによって現在位置の推定がずれて同じ場所に戻ることすらままなりません。そして IMU はどれだけ動いたかを計測するので、外から意図せず動かされても平気です。こんな風に意地悪で車を移動されてもちゃんと元の位置に戻ってこれます。どれだけ動いたかの差分を見ているので重力に依存しません。だから最初の試作機のように宇宙でも使うことができます。こういった高性能の完成計測センサーは工業用のものもありますが非常に高価です。マルチ IMU は工業用よりは安価に、そしてコンパクトに実現します。まだモジュールを発表した段階で今まさに発売準備中とのことですが、楽しみですね。用途としてはスプレセンスの GPS と組み合わせると屋外・屋内の測位にも役立てられるようです。屋外では GPS で、屋内では IMU で移動を図ったり
地球の自転を感じることで方向もわかります。多数の IMU を束ねるハードウェア、ソフトウェアの計算、他のセンサーとの組み合わせというハードとソフトと周辺機器トータルの力で性能が引き出せるモジュールになりそうです。私はまだ IMU 触りたてで基本的な使い方を学んでいるところですが、その先に広がる可能性の大きさにびっくりです。次はスプレセンスに関する出展などのレポートです。スプレセンス、実験機器や計測機器に組み込まれて使われることもあるようで、他メーカーの展示していた計測機器に使われている様子の写真が紹介されていました。ビジネス系の展示会、メーカー系イベント、学会などなど、スプレセンスをさらに知ってもらうべく様々なところで PR されているようです。発表の後は現地会場では懇親会です。参加費を払って飲み物を乾杯。今回の初めての試みとしてフリマが開催されました。買ったけど使っていない電子部品、発注したけど余っている基板、資材箱の奥底から発掘された謎のパーツなどなど、いろんなストーリーとともに様々なものが持ち寄られました。商品が販売されていた頃の思い出話、設計した基板へのこだわりポイント、ニッチな電子部品談義など、フリマも会話も大盛り上がりです。こちらを持ち込まれていた制作物、エッジデバイス上での顔認識です。 AI アクセラレーター搭載のチップを活用してリアルタイムで顔認識が実行されています。 NXP の評価ボードに液晶とカメラを接続しているようですね。アルディの M5 スタック、スプレセンス CH32V、ESP32 など多彩なマイコンでいろんな制作物が披露されるので、懇親会もまたワクワクです。自撮りドローンが持ち込まれたこともありましたが、その時はドローンのカメラの追跡からいかに逃げるかで盛り上がったり、分解して中を見たいねと聞こえてきたりと、参加者の熱い視線を集めていました。というわけで今回はオープンエッジデバイス研究会のイベントレポートでした。商品の開発者からダイレクトに性能やこだわり、応用例を聞いたり、参加者の熱量を感じたりと、今回もとても楽しい回でした。このチャンネルではお出かけもしつつ、新しい楽しい興味深い製品や制作を追いかけます。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。